まあさっきのテリーっていう話がありましたけど、あとなんだっけな、くっつき数字とかでしょ。くっつき数字とか、くっつき数字いますね。こはい。う、こうくるやつですね。まあ当然くっつくからくっつきってついてるんですけど、くっつきってついちゃってますね。数字に全く意味ないんですよ。リズムです。くっつき数字。はは完全にリズムでつけちゃいましたね。ノリなんですね。あれはわかりやすいですよ。万歳系の。カマドーマーですよね。かまど馬。カマドーマーはもう知ってるでしょ。かまど馬。そうです。カマドーマーみたいにぴょんぴょん跳ねるから。あとガビョールとかもそう。そうです。もうガビオみたいだからガビオールです。ヨールってなんやっていう感じですよね。でも当時はね、画鋲に対してヨールをつけることで、画鋲ルかっこいいじゃんっていう感じだったんですよ。空気が。はい。その辺あれですね。今もう出てます、R20 っていう本を見ると、そのキャラクターの名前って全部載載ってますね。それ見るとかなり面白いかもしれないですね。その流れは案外引き継がれてて、ロックマン X とかの敵の名前とかもその流れを組んでるものがありますよね。ロックマン X でいうと結構その敵キャラで人気があるのってババだと思うんですけど、ババはなんかありますか、語源っていうのは。ありますよ。ババの件は僕ニューヨークコミコンの時の、インタビューで間違ったことを答えてしまってて、ここで間違いを訂正させてもらおうかなと。もうアメリカの人たちは信じてるんじゃないですか。なんていう。僕ね、ババすごい好きなキャラクターなんですよ。で、好きなキャラクター何ですかっていう質問に対してババだと答えたんですが、ババって何に出てきたキャラっていう質問に対して、そのロックマンシリーズのどれだったかな、4だったか5だったか6だったか忘れて、そんな曖昧な答えをしてたんですけど、ババは X に出てきますね。 X の敵キャラで、ライバルみたいな感じですね。そうですね。自分はババはスター・ウォーズに出てくる、ボバフェット前からその辺の語源なのかなと思ってるんですけど、全然違います。全然違うんですよ。全然違うんだ。そう思ってる人多いんですかね。いやじゃないかなと思うんですけど、ボバフェットのボバから、ボバからババっていう雰囲気も似てるし、全然違うんですよ。武器とかあれは実はマッドマックスという大好きです。映画に出てくる大好物です。マッドマックス、ババというキャラクターが出てくるんですよ。いた気がしますね。一作目の、マッドマックス一作目の悪いやつらの中に一人だけすごいかっこいいやつがいて、大体のやつは小汚い感じなのにそいつだけすごいクールでかっこいいやつで、ちょっと参謀的な感じの。そうです。もうちょっと噛み砕いて言うと、トゥーカッターっていうやつがいたんですけども、トゥーカッターの右腕的な存在で、ブロンドヘアのやつで綺麗な顔をしてるババというやつがいたんですよ。そこからなんですか。そこから取りました。このキャラクターはババぐらいかっこいい。マッドマックスの中での立ち位置と、ロックマン X の中での立ち位置、それがババとロックマン X のババが同じ立ち位置じゃないかっていうことで、かっこいいからと。多分若い人たちって映画あんまり好きじゃない人たちっていうのはそのマッドマックスっていう映画見たことないと思うんで、昔の映画ですからね。ババをググってみてください。来たそうするとたくさんロックマン X のババが出てきます。今なら多分そうです。なるほど。ということで、じゃあ、ちょっとこのインタビューの最後になりますけれども、このロックマンユニティですね、参加してくださっている皆さんに一言何かあれば。なるほどね。もちろん僕もそのロックマンっていうキャラクターいまだに大好きで、今日もこんな真っ青な格好で電車に乗ってやってきてしまうぐらい青い人のことが大好きなので、皆さんも、ぜひウッチーに負けないぐらい
ロックマンのことを愛してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はトンポさんにお話をお伺いしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。